やっちゃーなのであるこの新春のログインボーナスキャンペーン。5日ごとにボーナスのクリッピーもらえるからめっちゃクリッピーもらえるんであるよな。これだったら結構お高いクリッピー素材買えちゃうであるよな。でもな、あの素材って買ってちゃんと使いこなせるのかとか、なんか思ってたんと違うってならないか不安になるポンポコリンも多いのではないのかな。というわけで今回は優勝のクリッピー素材、ツイッターで募集したこの素材を使ってみてほしい、買ってみてほしいという素材を全部買ってみてレビューしてみようと思うのであるぞ。リクエストがあった素材の一つ目がエモいビー玉ブラシなのである。こういうビー玉をブラシとして使えるということなのかな。じゃあ早速購入で、購入すれば開くを押すとこのようにダウンロードが始まるので、クリップスタジオに戻ればこの通り素材のダウンロードという項目のところに素材が追加されているので、今回は装飾にしようかな。装飾という項目にこのビー玉のブラシをドラッグする。これでブラシが追加された。もう画面には映っておるが、今回はこちらのイラストを使いながら各ダウンロードしたブラシを使っていこうと思うのであるぞ。じゃあちょっと新規のラスターレイヤーを用意して、このビー玉ブラシをじゃあちょっと画面に配置してみようかな。多分ポンポンポンと打てばいいのかな。なるほど。色がループで置かれる。いや、ランダムか。なるほど。いくつか置きながら、これブラシサイズで大きさがもしかして変わるのか。そうだ。こんな感じで置いて、ちょっとガウスぼかしをかけて、ピントをぶらした感じにして、で、キャラクターの後ろのレイヤーに、色が好みの色が出るまでアンドゥすればいいっていうのも簡単で良いな。で、これにもほんの少しだけガウスぼかしをかけて、で、もう一個裏に、もう一回り小さくしたビー玉をいくつか置いていって、これは結構ガウスぼかしを大きめにして、で、少し薄くする。こうすると空気遠近法みたいになるので、するとこんな感じで。確かに軽く置くだけでちょっと透明感だったりキラキラ感を軽く演出できてすごくいいであるな。これ10クリッピーだったら全然ダウンロードする価値ありだと思うので、ちょっと使ってみてほしいので、ブラシサイズを変更したらアクセサリーとかにも使えそうなので、これはすごい一気に映える演出を作れるのではないのかなと思うので、背景だけではなくこういう風にキャラクターを魅力的に見せる加工の一つとしても、これは全然ありだと思うのであるぞ。では次におすすめされたのがベルベット質感ブラシというものである。こちらは10ゴールドもしくは100クリッピーで購入することができると。10ゴールドっていうのは実際にお金を課金して購入することができる時の価格であるな。で、こちらがもらえるクリッピーで買える時のお値段ということで、じゃあ100クリッピーで。なんかすごいおしゃれな質感、本当にベルベットっぽく作れそうなので、これは即購入。これは筆のところに登録したらいいかな。じゃあこの水彩ブラシのところに、こちらの画面の下にブラシ登録をできるので、プリセット登録オンとするとサブツールパレットで登録しましたと出るので、これでベルベット質感ブラシがもう追加されたと。立ってさて、というわけでちょっとざっくり塗ってみたんではあるけれども、これ本当にハイライトまで入れたらすごいベルベットのザラッとした感じと照り返しのあるハイライト感がすごく出ておって、これはかなり使いこなすのはちょっと難しいかもしれないが、このブラシの癖だとかベルベットの質感の表現の仕方っていうのをちゃんと覚えたらめちゃくちゃ使えそうな感じはするのである。いきなりこれで完璧にベルベットの塗りを再現できるかっていうと難しいかもしれないが、我的には本当軽くポンポンポンとその影を濃くしたり明るくしたり、ベルベットっていうのは本当に金属のような質感を布で再現するような感じで描いてみるとベルベットっぽくできるので、やってみたら非常にいい感じにできたのであった。これちょっといいな。想像していたよりも何倍もベルベットの質感が出しておると思うので、こういうちょっと上品なドレスの質感を描いてみたいというものには非常におすすめのブラシであると言えるであろう。次は塗るインクベーシックというものを使ってみようと思うのであるぞ。様々に塗りやすく濃淡も出しやすいブラシということなので、
我は実はこれもう出た時にすぐ買ってたので、もうすでに購入はしてあるんだけれども、まだ実はちゃんと使ったことがなかったので、次はこの塗るインクベーシックを使ってみようと思うのであるぞ。こんな感じで複数の素材を選択して、プリセットに登録。これでこの塗るインクのシリーズが全部登録されたのがわかるであろうか。塗るインクフラットでちょっと塗ってみようと思うので。ちょっとあれだな、オイルパステルとかチョークみたいな感じの質感で塗ることができるのであるな。なるほど。筆圧で強弱はつかないけれども、この筆圧でインクの出る量というか、濃淡を再現できるのであるな。確かにこれは色を混ぜるのがすごく気持ちいいであるな。なるほど。筆圧でほんのり色を変えながら色を塗ることができるので、で軽くこすれば軽く色がつくっていうのがすごい描いてて心地の良いバランスだな。これ描いてて気持ちいい系だし、アナログっぽい質感も程よく出せるっていうのはこのブラシの大いなる武器であると言えるな。ざっくり塗っても気持ちが良いし、あと混色の仕方がシャープめなので、全体的にこうぼやっとした感じにならない色の混色ができるっていうのは今っぽ感があって良いであるな。絵を描くときなんかに重宝できるブラシで、ちょっとこうアナログっぽい質感を入れながら、細かいところを描き込んだり、線画として塗るとかにすごく使えそうであるな。なるほど。これは本当ラスターレイヤーとかで線画をこう描いたり削ったりみたいな画風の方には特におすすめできそうであるな。で、ちょっと太くすれば色塗りにも使えると。で、混色も綺麗。これ厚塗りとかでほんと線画を描きながらこうやって色を足してぼかしていく塗り方なんかにも使えるのではないのかな。混ぜて塗ってぼかしてと。これは本当に名前の通りという感じであるな。これはいい。これは確かにお値段以上の価値があるものかもしれないの。こんな感じでキャラクターの塗りやもうゼロから厚塗りで線画から塗っていく、塗り込んでいくタイプなどの方に非常におすすめできる。色の混色がすごく良いので、厚塗りだったりとかこういうタッチを活かした描き方をしたい方には非常におすすめのブラシと言えるであろう。今回の素材の中でも魔王の描き方のスタイルとしても使いやすいなと非常に思ったブラシであった。次は 3D 素材のジャケットの襟である。様々な種類のジャケットの襟部分を用意しているので、これを使えば意外と描くのが難しいこの立体的な襟周りっていうのを 3D で確認しながら描いたりできるということなのであるな。こちらが300クリッピーなので、これも購入。で、3D 素材を使いたいときも画面にドラッグしていけば、もうこれで配置されるので、カメラを回せば、なるほど。これは描くのに便利。なんだかんだこの襟の構造って本当に立体的になっているので、どういう風に描いたらいいのかとか、どういう風に見たらいいんだろうっていうので、悩んだり、間違った襟を描いてしまうポンポコリン多いのではないのかな。だってこういう、この胸元のポケットの位置なんかもな、つい忘れがちだったりするけれども。なるほど、なるほど。これは本当に絵を描くリファレンスとして、資料として、すごく良いであるな。ジャケットの襟部分を、ブレザー開いた感じにしたり、閉じたり、いろいろと変更ができるものな。こういうブレザーだったらボタンを外しているバージョンと閉じているバージョンそれぞれが入っているという感じで、確かにな、キャラクターとかによってはこういうボタン閉じをしていない場合もあるからね。これがクリップスタジオ EX だったらレイヤーの LT 変換というのができるので、こんな感じで 3D のものから線画に起こすこともできるので、線にした時どういう風に見えるのかというのもすぐ見られるというのは良いであるな。こういう絵を描くときに困ったなとか、これどうするんだっけっていうちょっとした資料探しの手間だったりとか、都合のいい角度の襟などを描きたいときには、
これかなり使えると思うので、ジャケットの襟部分など書くのが難しいなと思っておるピンポイントにお悩みの方におすすめの素材であると言えるであろう。次は宝石。オーバルブリリアントカットというものの、これはライトブルーというものだな。いろんな色の種類が出ておるのだが、これの角度違いが9種類、こんな風に収録されている、画像素材であるな。こちらを購入してみようと思うのである。お値段なんと2000クリッピー。一気に上がったのである。やっぱり2000クリッピーの素材を買えるかってなると、実際買って使えるのかって不安だったりもするしな。我もそうそう画像素材で2000クリッピーって出したことがないのでちょっと初めてではあるけれども、まだ残高は 12,835 あるので余裕で買えますなのである。買っちゃった。なるほど。もう素材の中にこんな風にこの角度で入ってますよっていうのが置かれておるわけだな。じゃあ早速今回な、このイヤリングとネックレスとしてこの宝石をいくつかちょっと置いて使ってみようと思うのである。じゃあ一番シンプルなこの真正面のものを耳の部分に置いてみようと思うので。じゃあこれを。で、ちょっとこれだと周りの輪郭線とバランスが合わないので、ちょっとだけ縁を追加した。綺麗。ワンポイントでぐっとやっぱりキャラクターが引き立つであるな。これいい画像であるな。なるほど、なるほど。やっぱりこういう宝石をいちいちゼロから描いたりとか作るのって大変だからな。こういう素材があると完成度が一気に上がるであるな。じゃあその調子でちょっとこの胸元にネックレスとしてこの先ほどの宝石素材を置いてみようと思うのであるぞ。これで、3種類の画像を置いてネックレスとして置いてみたのである。これだけでも本当に綺麗ではあるけれども、これだけでやっぱ宝石ただ置いただけになってしまうので、今置いたレイヤーの下にちょっと金色を選択して、ちょっと金の装飾品を描いていこうと思うのである。こんな感じでちょっとチェーンと金具をつけてみたのであるけれども、これだけでも全然イラスト感が増すというか、引いてみた時に非常に馴染むし、宝石のこのキラキラ感が絵にな、どういう絵でも馴染みやすいのかなと思うぐらい使い勝手が良いので、2000クリッピーかーと最初は思ったけれども、これは全然ありありのありだと思うのである。こういう宝石系をやっぱり絵でいろいろ使ってみたい、描いてみたいというものであれば、これを使うのはすごくありだと思うのであるぞ。またな、公式でもおすすめされていたのだが、こんな感じで、一つ買えば合う色合わない色はあるかもしれないが、簡単に色の違う宝石も作ることができるので、全部買わなきゃとか、1個2000だしなって悩むのではなく、一つ買ってそれをこのようにうまく使ってみるというのも、こういう素材を使う時の醍醐味と言えるであろう。今回要望があった素材の最後がこちら。線抽出プラストーン化プロ EX LT 変換不使用という素材である。なんと価格3000クリッピー。過去最大の価格なのであるけれども、先ほど3D を、襟の 3D 素材を LT 変換という EX だけの機能を使って 3D の素材を線画にしていたが、これはそれをしなくてもプロなどのバージョンで使うことができる機能、そしてかつ色々と調整がしやすいという話なので、ちょっとこれは使ってみたいなと思ったので、3000クリッピー、さすがにこれはじゃあ使ってみるかでパッと出せる額ではないけれども、やはり 3D を使ってうまく絵を描いてみたいと思っておるポンポコリン、絶対に多いと思うので、購入なのである。そして、購入が済んだ場合、オートアクションというのはまず読み込みしなくてはいけない。なので、オートアクションというパレットを開いた状態で、素材からオートアクションセット読み込みます。というので、読み込む。そうするとこの通り先ほどダウンロードしたものが出ておるので、選択をしたら OK を押そう。するとこの通り、それぞれの項目のオートアクションというのがもうすでに用意されている状態になっているので、まずは3D 素材を読み込もう。クリップスタイルに最初からこうやっていろんな 3D も入っておるので、じゃあこちらの自転車を読み込んでみようと思うのである。で、使い方は、この 3D の貼られているレイヤーを選択している状態で、線抽出と書かれているオートアクションを選んだ状態で、下のオートアクションの再生を開始しますをクリック。早い。あっという間にめちゃくちゃ早く線画になったの。めっちゃ綺麗なのである。今回は本当に綺麗に一発で抽出できたが、もっと綺麗にしたいという時にはこの色の色位置というのをこうやって調整すると、
例えばこういうサドルの部分なんか、ちょっとノイズが乗っている部分なんかは、この色の色位置を下げれば、あっという間にスッキリとした線画にすることができると。逆にちょっとリアルタッチにしたいときはこの色の色位置を上げて、陰影のつくシェードを濃くすると、こんな感じにすることもできると。これは素晴らしい。めちゃくちゃ早い。ラスターレイヤーで書き出しているから早いのか。で、本当に線画だけだからこんな感じで、線外の部分は透けていると。ふむ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 。これは便利。超簡易トーンっていうのをちょっと選択して実行してみよう。こうすると、なるほど、これでもうトーン化の処理ができるのか。漫画とかで使うときに使えるということだな。で、こうやってトーンカーブを変えることで、どういうトーンの出方にしてるのかっていうのを調整できると。じゃあ今回はデフォルトのままで OK にしておこう。先ほどの線画と組み合わせると、簡単にこうやってもうトーン付きの自転車というのを作ることができると。このトーンなんかは特に漫画なんかで 3D 素材を使いたいというものにとっては時短テクニックであるし、これまでだったら EX じゃないとできなかったことがプロで、しかも 3D の LT 変換にもめちゃくちゃ早く処理ができるので、これでこうやって線画だけだったらカラーイラストにも使えるってわけだからな。これはめちゃくちゃあり。3000クリッピー払う価値めちゃありであるな。価値ありと思った中では今回一番高かったというか、素材ではあったけれども、一番良かったであったし、本当に時短になるし、質感も良いし、これは本当3000クリッピー貯めて買う価値あると思うので、ぜひやってみてほしいのである。あとは3000クリッピーがどうしても貯められないよっていうものは先ほど言ったゴールドという有料課金で購入するっていう方法もあるので、これは確か1円1ゴールド扱いなので、そこまでお高いものではないので、素材に課金するというのは全然ありだと思うのであるぞ。というわけで、いかがだったかの？優勝素材というのはなかなか手を出しづらかったり、本当に自分が使いこなせるのかわからないと悩むものは多いとは思うが、実際にやはりそれ以上の価値があるものだなというのが今回使ってみて分かったのであった。我自身としても使ったことがない素材を知る機会ができて非常に有益な企画であったと言えるであろう。もしこういう素材も使ってみてほしい、この素材ってどうですか魔王様などがあれば、ぜひ動画でコメントをいただけると嬉しいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。